皆さんこんにちは。今回は約1ヶ月間のイタリア旅行でかかった費用を公開いたします。実はイタリア旅行の裏ではいろんなトラブルがありましたよね。イタリアをね、旅行する方なら誰にでも起こりうることばかりなので、イタリアに行く前に必ず知っておいてほしいことを今回はシェアします。イタリアは35日かけてミラノとイタリア北部の都市、あとボローニャ、ベネチアを巡ってきました。交通手段としては、ヨーロッパ移動に欠かせないフリッスバスとイタリアの国鉄を利用しました。しっかり準備していたつもりでしたが、実際旅してみると意外とハードルが高くていろんな事件が勃発しましたよね。後ほど詳しく紹介いたします。イタリアには、全部で34泊35日滞在しました。まずはかかった総費用を発表します。で、ちなみにアジンはこの金額を知りません。全然知らないです。では早速イタリアでかかった総費用ですが、いくらだったでしょうか？60万円くらいかな。でも、イタリア北部の Airbnb の場合すごい良かったし、高かったから、70万円くらい。なるほどね、それでいいんですね。はい、それでお願いします。じゃあ正解を発表します。正解は84万7938円でした。84万？そう。結構使ったね。10万以上オーバーやな。予算が78万くらいだったので、予算からも7万近く超過してる感じですね。結構使ったね。いくつか原因があると思うので、次はカテゴリーごとに見ていきたいと思います。まずは宿泊費ですが、こちらが50万8067円でした。で、宿泊費の内訳としては、Airb が49万2471円で、ホテルにも1泊していて、こちらが1万5596円になります。で、Airb に関しては、1泊あたりにすると1万9698円で、約2万円かかってるね。どうですか、この宿泊費用の印象としては。イタリアの北部、特にその Airbnb の方が良かったから、それぐらいするだろうなとは思ったね。なるほどね。確かにそのブレッサンネという街とか、ドロミテがある南チロルの地域では本当にいい経験ができたから、個人的にはこれぐらいかかっても納得の金額かな。いい思い出になったね。そうだね。次に食費ですが、これが14万5835円で、そのうち外食費が10万6899円でした。だから単純計算ですいくと、1日あたりの食費が約4166円となっています。1日あたりにすると意外と安かったね。そうやな。イタリアでは自炊と外食が半々くらいだったかな。イタリアでは自炊をすればこれまで食費もかからない印象で、やっぱりレストランとかで外食すると相当お金かかるよね。そうやな。あとはイタリアにはコペルトっていうテーブルチャージがあって、それが1人2ユーロとか3ユーロかかってくるから、結構それが積み重なると地味にお金かかってくるよね。ただ予算からしたら結構食費は抑えられたかな。どう？外食費は結構抑えられたんよね。イタリアではさ、やっぱピザが安くて、持ち帰りピザだけで済ますことも多かったね。それで節約した感じだよね。そうなのかもしれない。交通費が5万6293円でした。イタリア国内を結構移動したんですけど、フリッスバスとかを使えば数ユーロで 2,3 時間の距離を移動できるので、安く済ませたかもしれないね。ここは予定通り予算内にしっかり収まってるね。で、続いて観光費ですが、こちらが8万8961円でした。で、ここが結構予定よりお金がかかってるんで、例えばドロミテのゴンドラ、これが結構値上がりしていてさ、そこに少し前に調べた時は100ユーロぐらいだったんやけど、これが 1.4 倍の140ユーロとかに、跳ね上がってて、
結構お金かかったね。あとは、うんベネチアで最初は予定でなかったゴンドラを乗ってしまったよね。まあ一回見たらやっぱりこれは一生の思い出になるから乗らないとと思ったよね。その他の日用品を含めた雑費が 24,447 円でした。予算がここ3000円程度で考えていたところが2万円以上の大幅超過になってます。ここはなぜかわかるよね。はい、原因は私です。まだ世界一周出発して2ヶ月でしたが、スーツケースのキャスターが壊れてしまって、新しいスーツケースを購入した費用です。まあスーツケースはね、ゴロゴロね、できる楽さはあるんだけど、やっぱヨーロッパになると石畳が多くてね、すぐに壊れてしまったね。ここは本当に想定外の出費でした。で、まだこれからね、ヨーロッパが続いていくので、もう一つのスーツケースのキャスターもね、壊れてしまわないか、ちょっと利用するときはいつもヒヤヒヤしています。はい。また買ってしまうかもしれないね。そう。その時はその時ですね。まさかこれで糸でさ、補強すると思わなかったね。頑張って補修していきます。本当ですよ。これで少しは持ってくれるかな。ね。耐えることを願おう。お願いします。お願いします。言語について意外だったのが、イタリアの北部に行くほどイタリア語よりはドイツ語が使われてたよね。やっぱりオーストリアに近いからその影響が大きいかもしれんね。で、自分たちが泊まったトレントとかブレッサノネは第一次世界大戦が終わるまではオーストリアの統治下にあったみたいで、まあそのブレッサノネのエアビーのホストの方も第一言語がドイツ語で、学校でも普通にドイツ語で習ってたって聞いたのが印象的だったよね。そうだね。地域名もブレッサノネっていうイタリア語名と、またスラッシュブリクセンっていうドイツ語名が一緒に併記されてたよね。だからまあ北イタリアで特にその南チロルの地域を旅行されるときは、ドイツ語の簡単な挨拶とか、あとは数字ぐらいかを覚えていくと旅行でより役に立つよね。そうだね。治安についてはやっぱりエリアによって注意度が変わってくるかなと思いました。今回ミラノに行った時は特別危ないっていうほどでは感じませんでしたが、人がたくさん集まる中央駅だったりとかバスターミナルだと、自然と体がこう荷物を守る店になりましたよね。ミラノって前からなんかスリやさ、ひったくりが多いって聞いてたから、まあ注意しすぎに越したことはないよね。2年前くらいか、ローマに行った時に、地下鉄乗ったやん。あの時ドアの付近に立ってたらさ、女性の3人組ぐらいの人たちが寄ってきて、財布をすられそうになったことがあったよね。まあ幸いに財布にはチェーンをつけてたから、まあ取られずには済んだんだけど、ドア付近とかパッと盗んでさっと逃げられるから、あんまりそこに立たない方がいいよね。そうだよね。電車を乗る時は、ドアの付近じゃなくて、奥の方だったりとか空いてる席に座ることが安全かもしれないね。真ん中の中央の席がいいよね。そうだね。今回のイタリア旅行では長距離バスや鉄道を利用して複数の都市を移動してきたんだけど、全てオミオっていうアプリで予約しました。オミオがいいのは、Google マップのように出発地と目的地を入力すれば、いろんなプランを出してくれるよね。そうだな。鉄道、バス、飛行機で、あと料金と時間も比較できるから見やすくてよかったよね。しかも日本語で検索して予約できるから安心だったよね。そうだね。あとチケットとかも印刷する必要がなくてさ、アプリ上でチケットの QR コードが出てくるから、それを提示するだけで済んで便利だったな。そうだったね。イタリアを電車で旅行する際には、ただ時間に余裕を持つだけじゃ足りません。何が起きても仕方ないっていう、ある意味半分諦めの心の余裕が必要です。私たちは今回の旅行で電車を2回利用しましたが、その2回ともトラブルに遭いました。個人的には旅慣れてるから、そんなことはないと思ってたんだけど、実際に会ってしまいましたね。まず1つ目はプラットフォーム、一体どこ
っていう事件です。これはトレントっていう街からブレッサノネという街へ移動する時の話で、そのトレント駅がね、工事中で結構もうぐちゃぐちゃしてる状態で、余裕を持って1時間くらい前かな、駅に到着してたよね。で、モニターを一度確認すると、なんか表示されていたプラットフォーム名が 1TRN みたいな。なんだ 1TRN、1だけだったらいいけど、なんか TRN とかよくわからない表記があって、存在しないような乗り場になってました。さらにその1番のプラットフォームもさ、工事中のところで閉鎖されている場所だったよね。全然使われてない。で、そこから完全に私たちはもうテンパり始めたよね。周りに聞きたくても、駅員さんはもう一人もいなかったし、でイタリア人に聞こうとしても、誰一人も明確な情報をしてる人がいなかったよね。そうだね。その TRN プラットフォームがどこなのか、表示範さえあればよかったんですけど、それがなかったです。工事関係者に聞いたら、そのプラットフォームはここじゃないよ、別の建物だよ、ここから10分ほど離れてる遠いところだったよね。ギリギリ来たらアウトの距離にありました。結局そっち行ったんだけど、またここでも問題があって、結局自分たちが乗る電車の表示っていうのはその掲示板にもなくてね、窓口が一応あったから、スタッフに助けを求めに行こうとした瞬間にバーンみたいにクローズされて、 Wait 5 minutes、そこから声かけても待てってね言われて、結局なんだかんだしてたらもう出発の時間が結構目前に迫ってきてたよね。もうめっちゃ焦ったよね。そこからはちょっとやべえなと思ったよね。仕方なく、隣にカフェがあってからさ、そこで働いてる人なら何かしら情報あるかなと思って結構聞いてみたら、もうここのホームじゃないみたいな結局話になって、また前のところに戻って結局ね、もう電車行っちゃって出発の時刻になりました。私たちだけじゃなくて、同じようにイタリア人の方も落ち込んでいて、そうだね。あの方はもう電車逃してしまったよね。イタリア人ですらわからないからね。そう旅行者にわかるわけがないっていうところで結局どこからどう出たのかもいまいちわからなかった。まだそれだけじゃありませんでした。帰りの日にはもっと大きな事件が待っていたのです。名付けて逃れられない運休事件です。帰りは、ブレッサノネからボローニャ行きの電車をね、オミオで予約してたやんね。で、さすがに前回のようにね、電車を逃すことはできないって、早めにこの時も駅に行きました。これも1時間半前に行ったよね。そうだね、さらに早く行ったよね。モニターを見る限りはね、特に遅延の情報もなくて安心してたんだけど、突如、鉄道の会社からメールが届いて、すごいちょっと見たくない文字があったんだよね。運行中止みたいな。まさか。代替ルート的な感じで、ある駅まで自力で行って、そこから代替バスが出てるから、それに乗ってトレントの街まで移動すれば、そこからは本来の電車に乗れるっていう内容になってたんだよね。でもその指示に従っていても、確実にトレントの出発時刻までには間に合わない指示だったよね。そうよね。前回のね、二の舞になるじゃないかって思ってあえて指示に従わずにね、これはもう自力で行くしかないって思ってトレントを目指すことにしましたね。幸いにブレッサノネからトレントへ行く電車はいくつかあったので、その電車を待っていたのですが、これも10分以上待ってもまた来てなくって、でそれで怪しいなと思って掲示板を見たら、その横に SOP って書いてあって、で最初私たちはそれがスケジュールオンタイムみたいな意味だろうなって、もうイタリア語だから分かんなくてひたすら待ってたんですね。それでも来ないので、イタリアの方に聞いたら運休だったみたいで、SOP って運休の意味らしいんですよね。なのでこれもまた乗れなかったよね。そうだね。結局は間に合わないと思ってた、指示に従って行くことになったんだよね。代替バスを待つどころがカオスの状態で、もう明確な指示や案内がないまま、もう流れに身を任せて荷物をもうバスの中に入れて、そう、もう乗ったよね。乗ったね。なんとかトレントまでには着きましたけど、トレントの出発時刻までにはもう間に合わない時刻でした。結局そのトレント駅発の電車がさ、1時間遅れで出発することになっていて、指示通りにそのある駅まで行って代替バスに乗れば結局問題なく
電車への接続が可能でした。1時間遅れて出発する一言だけメールに書いてくれれば、こんなに焦る必要なく行けたんですけどね。で、なぜ運休になったのかは未だにまだわからないです。イタリアではストライキや運休がしょっちゅうあるようです。なので、正直、電車を利用してイタリアの国内を旅行するのは、おすすめしにくいかなと思います。やっぱりこういうことがあるとさ、ツアーで、バスに乗っていけば目的地に連れて行ってくれるって、本当非常にありがたく感じるよね。イタリア観光地としてはめちゃ素晴らしいんで、また行きたくなると思うけど、その時はレンタカーで回ろうかなって思うね。次回はレンタカーにしたいかな。そうだね。今回の旅行で持ってこなくて後悔したのが虫除けスプレーです。東南アジアで買えばいいだろうと思って油断してたら、もうイタリアで蚊がいっぱいいて後悔したよね。そうだね。ヨーロッパってあんま蚊のイメージがなかったから大変だったね。イタリアのさ、そんな山の街でもね、めっちゃ蚊がいてさ、気づいたらめっちゃ刺されまくって大変だったよね。献血してきました。イタリアは川や運河など水が多い国だから、仕方ないですよね。最近はさ、蚊からの感染症のニュースとかもなんか増えてきてるみたいだから、夏にさ、イタリアを旅行される方は虫除け対策、蚊よけの対策をした方がいいかもね。そうですね。世界一周されてるナナワッティさんが吸うだけベープみたいな、ワンプッシュで部屋の蚊がなんか全滅するとか言った、ああいうものを持ってこればよかったなってめっちゃ後悔しました。これは私たちの勉強不足でもあるんですが、ベネチアでゴンドラは現金払いが多いっていうことを聞いたので、韓国ウォンと日本円をユーロに両替しようとしました。韓国ウォンと日本円合わせてだいたい5万円くらいかな。それぐらいだったよね。で、対応してくれたスタッフさんがとても親切で、しかもベストレートで両替できるよと言ってくれたので、安心してお願いしたよね。まあね。で、結局帰ってきたのがたったの180ユーロ。これ悪いレートとして計算したとしても250ユーロは絶対あると思ってたよね。そこで明細を見てみると、韓国ウォンと日本円それぞれの通貨に手数料がかかって、でそれが 9.9 ユーロが加算されたんですね。9.9 ユーロかける2にしても、あまりにも足りないから、これまた何があるんですかって聞いたら、サービス料としてなんと 19.95% がかかったっていう。ありえんね、本当そんな説明聞いてないってね、返金をお願いしたんですけど、結局もう処理しちゃったからできないって一点張りでね、なんとか交渉して、二重でかかった手数料を1回分にしてって頼み込んで、なんとか28ユーロ分は取り戻しましたね。結局今回の両替で、手数料だけでかかったのが約50ユーロぐらいでした。1万円ぐらいですね。そう調べてみると、観光地の両替所ではこのように手数料が 20% ぐらいかかるところもあるようです。しかも笑顔で親切に対応してくれるんですけど、もしかするとこれは手数料の説明をうやむやにするための罠かもしれません。なのでイタリアに限らず海外で両替所を使う時には必ず両替を頼む前に最終的にもらえる金額を確認してください。一度お金を渡してしまうと返金できないと思った方がいいかもしれないね。理想はやっぱり ATM でキャッシングをするか、あとは日本からユーロを持参するかかな。それが一番安心かね。それが一番安心だね。イタリアは本当に絶景が多くて、最高の思い出になったね。本当だね。ただその反面トラブルの連続でもあったけどね。そうだね。旅行スキルが上がった気がする。確かに。こういうトラブルがあってからこそ、一生思い出になる、一生話せるネタになったかもしれませんね。それはそうやな。ここはポジティブに考えていきましょう。はい。総じてね、イタリアは素敵なところだったから、またいつか戻ってきたいと思っています。今度はアマルフィとか、シンクエテッレとか行きたいな。また苦労したいのか？フットハンズは初めてじゃない？そう。経由があるから怖いね。
おららららららら。おー、ついてたの見たの